こんにちは。普通の人です。今日は前回に続き、ナルシストは遺伝か姑のエピソード後編を紹介したいと思います。偽りの演出。ナルの実家で過ごしていた間、毎晩彼の家族と夕食を食べました。主にナルの父親の引退後、シモと二人で旅行した写真や映像を見せてくれたり、ナルの父親がギターを弾いて歌うと、隣で拍手するシモ。ふとシモから、私たち家族はどう見えてると聞かれたので、映画やドラマに出てくる家族のようですね、と答えました。一見幸せそうな雰囲気でありながら、なぜか表だけのように感じました。今思い返せば、すべて演出だった気がします。相手に自分を素敵な人のように感じさせることが得意な人ですから。劣等感。私がファッションビジネスをしていたら確実に成功していたとみんなによく言われていた。友達もいないシモが一体誰から言われたのやら。私が日本で安定した職に就けたとき、この結果に対しておめでとうというよりも先にシモから言われた言葉です。私の成功をさておき、自分の昔の自慢話をするとは、なんていう劣等感だろうと思いました。一方なるは私が他の人のことを素晴らしいと言ったり、なる以外の人に関心がいくことに強い劣等感があったのです。ターゲットである私が自分以外の人に関心を向けること自体が不快だったようです。いずれも常に自分自身が主人公でなければならないという願望から来るものだと感じました。比較して押しつぶす。ナルの兄の妻の職業は医者です。彼女は医者なのにとっても謙虚で私に優しくしてくれるとシモは何度も私に言ってきました。彼女は医者だけど、彼女は医者だから、と。この言葉は彼女に比べてあなたは大した職業でもないのに、どうしてと、比較しながら私を見下す手口です。結局、義理の姉も離婚しましたけどね。遠回りの攻撃。私たちの結婚式で、私の兄の奥さんが少しタイトで綺麗なレースワンピースを着てきました。彼女はとてもスタイルがいいので、単純に私は、わー、綺麗と思っていました。これに対し、シモは彼女のことを私に非難してきました。結婚式の来賓の服装としてはそぐわない、礼儀がない、と批判しました。その突然の言葉に、と返したら、主役を差し置いて派手な格好をするのは自分が目立ちたいからだ。失礼だ。と言われました。何言ってんのか意味不明だったので、私は綺麗だと思いますが、と自分の意見を言ったら、隣でこの会話を聞いていたナルは、俺の母に反論するんじゃねえよ、と言いながら、飲んでいたビール缶をリビングに投げつけました。指摘する。私が韓国の前職で、協力会社の人とチャットで会話していたとき、その人が私に、お姉さんという呼び方をしているのをシモに見られました。どうして一緒に働いている人があなたにお姉さんという呼び方をするの？あなたを見下してんじゃない？と指摘してきました。私は気になりませんが、と言うと、友達でもない仕事関係の人からお姉さんと呼ばれて、あなたは大丈夫なわけ？まだ経験が足りないからそうなのかな、とシモに言われました。大きなお世話だわ。ちなみにシモは会社で働いたことがありません。牽制する。前回お話しした家族同士の顔合わせの日。親が子供たちの結婚した家に勝手に出入りすることはあってはならない。あなたたちが日本に行ったら私はゲストハウスで過ごすので一度会って食事をしましょう。と最初から私の両親もそうすべきだという暗黙の圧力をかけたことがあります。しかし実際はシモは私たちの日本の家に年に2回ほど2、3週間ずつ
長期滞在していました。一方、私の母親は5年間でわずか2回、せいぜい4泊5日ほどの滞在でしかありませんでした。下が来るたびに私は歓迎し、あれこれ世話を焼きましたが、ナルのために50着以上の T シャツを韓国で購入し、重い荷物を背負ってきてくれた私の母親に対し、ナルはお腹が痛いと仮病を使い、最寄り駅の出迎えすらしてくれませんでした。言葉が出ません。同情誘発演劇。私はシェーグレン症候群という珍しい病気を持っているんだ。シモはよく言っていました。特別な病気だから優しくしてと予防線を張っていました。ナルが奇怪な行動をしてきたとき、私は何度かナルの親に助けを求めたことがあります。その度に、ナルの父から、あなたたちが喧嘩ばかりしているせいで、シモが倒れたというメッセージが送られてきました。離婚を決心した後、私の母親がシモに連絡を取ったことがありました。その時も、今病院にいるので電話が難しいと言いました。その後シモは私のお母さんを完全にブロックしました。ナルシストはこのように自分が不利な状況に置かれた時、その場しのぎで相手の同情を引く行動をとる傾向が強いです。はい、結論。ナルシストの親の影響で子供もナルシストに育つことがあります。その言動や言葉はよく似ています。私が経験した姑となるこの二人が私を攻撃したことを見る限り、まるでナルシストを育てる専門の学校があるかのように、ナルシストたちの行動が類似しています。何度も言いますが、私の経験上、重度のナルシシズム、自己愛性、人格障害は治療が難しいと感じます。ナルシシズムの程度によって異なり、精神科では治療が可能だと言われていますが、重度の場合、根本的な思考回路が異なり、普通の人とは大きく異なる価値観を持っています。両親が欠如し、自己反省能力や共感能力はほとんど存在しないのです。距離をとってください。普通の人々の中に、普通とは異なる悪い人々が、普通の人々のように暮らしています。登録といいね、通知設定よろしくお願いします。